ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメシュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いやすっかり寒くなってきて冬を感じるようになってきたけど、お二人は冬といったら何を思い浮かべますか？毎年冬コミがあってやっと冬を感じることができたんですけど、今年はちょっと寝なくて。来年はぜひだよね。マスターは格闘ゲームの世界大会の決勝が、そっか、年末にかけてね。その年で一番強いやつを決めるのは冬なんだっていうのが自分の冬のイメージですね。なるほど。ジュンさんはどうですか？いやなんかね、ゴールデンボンバーっていうバンドやってんだけど、そのバンドの企画で真冬に滝に入ったことがあるのね。後にも先にもやめたかったのはあの時だけだね。もう本当なんでことさせんのあのバンドって思った。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ストリートファイター5で活躍中のお二人じゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今夜はストリートファイター5チャンピオンエディションを大特集。そして今宵のお客様は2回目のご来店となるガチくん選手。公式世界大会カプコンカップ2018優勝。世界を舞台に活躍するトッププレイヤーです。川野選手、堅実な立ち回りを軸とするプレイスタイルを持ち味に数々の大会で活躍を見せる今注目の若手プレイヤーです。まずは先月開催されましたカプコンプロツアーオンライン2020アジア東大会にガチくん選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすげえおめでとうございます。ありがとうございます。カプコンカップ2020への出場権をかけ、世界10地域全18回のオンライントーナメントで争われるカプコンプロツアーオンライン2020。7月に行われたアジア東大会1では梅原選手が優勝。日本人選手が出場できる最後のチャンスとなったアジア東大会にウィナーズサイドで勝ち進むガチくん選手はウィナーズセミファイナルで桃地選手と対戦。ここまず入れ替えですね。有利で入れ替え。シュパーおっと、そして前に踏み込んだタイミングで3対0のストレートで勝利します。クリティカルなつないで。一方ルーザーズサイドで健闘を見せトップ8まで勝ち上がった川野選手。7月の大会で準優勝となったフード選手との対戦。さあここで読み上がっておれば、あっと重なってなかったか。中足で惜しくも敗れ川野選手は7位タイという結果に。緊張の一瞬。ウィナーズファイナルは時戸選手とガチくん選手の対戦。フルセットフルラウンドまでもつれ込みギリギリの戦いとなります。時戸1ゲージ、ガチくん2ゲージ使っていく。接戦の末ガチくん選手が見事勝利。グランドファイナルは桃地選手との再戦に。リセットを許しますが最後は3対0のストレート。文句なしの勝利でガチくん選手がカプコンカップ2020への切符を手にしました。大会振り返ってみて、いかがでした？カプコンカップに出れる大会が2回しかなくて、でもう緊張もすごいし、もう吐き気がねすごかったんですよ。でその中でまあ激戦をねちゃんと勝ち上がれたんで嬉しかったですね。ほっとするというか。大会通して一番印象に残ってる試合。フードさんですかね。トップ8、ウィナーズのトップ8決める試合のフードさんの試合は直近で結構負けとったり、あとフードさんの使うポイズンってキャラクターにちょっと結構悩んどったんで今年は。なんでそこはかなり準備してってそこで勝れたのが、結構キーポイントになったのかなというふうには思いますよね。川野選手も惜しくも7位タイですけども、振り返って大会どうでしたか？やっぱ藤村さんとの試合も、立川さんとの試合もあるんですけど、まあ、道中がねかなり大変そうだったんですよ。コーリンのスキル2って駒投げがあったんですけど、一応大会用に隠し持ってて、それが多分機能したんかなっていうのが嬉しかったです。ネタ用意してたんだ。ガチくん選手は決勝大会のカプコンプロツアーの本戦出場権をね、獲得したわけなんですけれども、大会の意気込み改めて。それに向けてすごい今練習してますし、カプコンカップスト5で優勝し日本人って今んとこ僕だけなんで、新しいちょっと歴史をね刻みたいなと思いますね。
ここで刻んだら超える人なかなか出てこないよね。超えてほしくないですね。刻んでほしストリーさあるトファイター5でそれをするのは本当に難しくなるんじゃないですか。お二人よく配信などで共演されてますけど、普段から仲良かったり遊ばれたりするんですか？めちゃくちゃ仲いいです下手くそすぎるだろ。あでもまあそれどっちか片方がさ、いやそんなことないだろうっていうポジションでしょ。いやごめんなさい。でもまあ飯もそうですけど、まあ普段から交流自体はありますよ。まあ言ったら弟子側っすよね。弟子側。射程です。川野くんいろんな人の射程じゃない？射程得意です。ちなみにどういうきっかけで仲良くなってったっていうのも。一昨年のカプコンカップの前に多分川野とめちゃくちゃやりよったんですよ。僕コーリン使って僕がラシード使って夜絶対やりよったんですよ。僕カプコンカップ前でラシード戦やりたいのに1回戦の絶対川野から LINE 来て、ちょっと今日もお願いします、今日もお願いします、俺ラシード戦やらないけんのになと思いながらも毎日やっとって、多分そんぐらいの時に交流を持ち始めたのかな。いい。まあでも最後らへんついには断られるようになりましたけど。あんまりなくない？ちょっとラシード戦やりたいから。いやでもね、その時にやっぱりすげえ負けず嫌いなんじゃろうな、なかなかおらんかったんですよ。若手で挑んできて、ありがとうございましたで終わるのが基本だったんですけど、その時に川野はありがとうございましたであんま済まずに、どうしたらいいですかって聞いてきて、で次の日またそれを自分で改良して持ってくるっていうのをしてきたのは川野ぐらいで、その時ねやっぱなんかこいつはなんか他の若手と違うなっていうのはめっちゃ思ってましたよ。ガチ君さんはその川野さん、ガチ君で大丈夫ですよ。本当ですか？ガチ君でガチ君で俺前からずっと思ってた。そうガチ君と川野さんの出会いはそうだったんですけれども、プレイヤーとしてのお互いの印象をちょっと聞いていきたいんですけど、まあ、さっきも言ったそのすごい勉強熱心というか真面目なとこはもちろんなんですけど、負けず嫌いなんじゃろうなっていうのはすごい伝わってくるし、あとやっぱね若い子風なやっぱり調子乗りもねやっぱたまに見せるんですよ。わかる。いやそういや俺もそうだったんじゃろうなと思うんですよ。若い世代にやっぱそういう負けたりとかっていうのを食らうとやっぱケツに火つくんですよ。そういう意味ではねめちゃくちゃいい若手が出てきたなというか、刺激を与えてくれる存在っていう。はい、いやもうやっぱ勝負強いですよね。本当にもう勝負強くないとこんな数少ないチャンスをものにできひんから、多分ちょっと生まれ持ってきたものが多分ちょっと俺とちゃうんやろうなって思うぐらいには勝負強い本当に。あでも僕はちょっと起爆剤になってるらしいんでね言ってたね今ね。これからもちょっと尻に火つけていこうかなと思います。火をつけるだけつける。火付け人ですね。でも川野君の特徴としてはレバーレスコントローラーのねヒットボックスを使ってるのですごい話題になったし、もうなんか今もさヒットボックス使い続けてて。レバーが本当に下手やったんで、それはもうガシさんも知ってると思うんですけど、ひどいっすよ。初めて対戦会で会って、レバーさばき見よったんですけど、まず波動拳出す時、まあ普通にこう出せばいいのを、もう体全部使ってこういくんですよ。ちょっと待って。いやそう何それ。俺横で対戦しよったんですけど、もうなんかこんなんされるけ集中できんのですよ。なんだったらエルボーね。いやエルボー来るけこいつの左じゃできんなと思って右の方移動して右だったら大丈夫だった。俺の左に立つなって波動拳だったりで、やっぱりヒットボックスの方がじゃあ戦績というか結果につながるようになってきたと。そうですね、それはもう本当にそうだと思います。もう歩きガードとかは相当うまくなったと思いますね。でもあれだよね、梅原さんも川野君の影響を若干受けてヒットボックス取り入れるみたいな言ってたもんね。いろんな人のケツに火をつけてるね。いやもう火つけると火付け人だよね。ケツ火付け人。いいですね。いい起爆剤になってますよ。やっぱガチ君はその6月にお子さんが生まれたと、子育てはどうですか？大変なんですけど、でもやっぱ可愛い娘の顔を見ると、まあ、その大変さも吹っ飛ぶし、まあでもその中でやっぱ練習もせないけんので、僕もやっぱでちゃんと時間は作ってやるようにはしてます今。最近でもそういう人増えてきてるもんね。やっぱり多いです。ハイタニさんとかドグラさん、まあ、サコさん、ボンさんとやっぱり先輩のパパゲーマーが多いんで、まあ、とにかく嫁の機嫌は取れっていうのは絶対なんで。最大のアドバイスがそれ。最大は絶対パパゲーマーたちが。この間2人で配信してる時もちょっと待ってっつって急に抜け出すもんね。そうなんかあったらすぐ駆けつけるっていうのを。だからあれですよ、ラウンジ対戦中もちょっと鳴き声聞こえたらもうすぐちょっと離席して。それいいの？いやもうそれは相手にちゃんと謝ってすいませんって言って。こんな話をしてたらストリートファイターやっ
りたくなってきたんだけど、一緒にゲームやってもらってもいいですか？やりましょう。やりましょう。お願いします。お願いしはいお願いしますストリートファイター5チャンピオンエディションの三つどもえエキシビションマッチをやっていきたいと思います。はい、お願いします。まず最初に戦うのは歌広場潤対川野ということでですね、まず意気込みを聞いていきましょう。潤くんから。川野くんはねもうすごい上手だし、この間の CPT オンラインの予選、7位。すごいですよ。じゃあこれで俺が勝ったら俺が7位だね。君は8位だね。よし、やりましょう。 7位になりたがってるっぽいですけど、可愛がっていきたいなと思いますお、バチバチじゃんね。おいいですね。試合前からバチバチの2人。三つどもえ戦第1試合は歌広場 VS 川野選手。V スキルがちょっと違いますね。普段と違いますね。後輪側が多分。本当だ。V スキル2を選んでます。ね。グレイシャースルーという投げ技ですね。大会ではその V スキル2がかなり火を吹いたそうで、やっぱ川野はこの試合にかける思いをなるほど感じられますね。絶対にそう7位で終わるぞということですね。8位にはなりたくないっていう。しかしここまでは歌広場潤がいいペース。スタンバイ持ち込んだぞ。ここは1本ゲージを使ってきますか。GX 歌広さん勝利権、あとは投げるだけ。強いなこれ。パーフェクトというところで7位狙ってますね。いいペース。逆転走からそうですよ。置き攻め重視。ここはどうだ。上から攻め込んでいくのは川野。歩いて投げ走っていきますか。立ち上がキック EX 作動権。なんですかこの浦井さんのカリッカリ具合。どうしたんですかこれ。仕上がってますね。いや仕上がっとるなこれ。1ラウンド目は歌広場潤が圧倒。これは川野としては意地を見せてもらいたいですねこれ。良くないスタートになってしまいました。走る。うまい。止める。しっかりこれ川野の良さですね。はい。川野はやはり相手の動きに対応していくプレーが非常に。これはもう知っているというところでめくっているのは川野。画面足カラベラムから投げ置き攻めです。なるほど。足をキープですね。いけるか。ガードしている。ここはしっかり。使っていないぞ。画面足一気に歌広場潤のチャンス。大きなダメージ。この画面足を生かすは十分に逆転できる。出てしまったところしっかりと反撃を決めるのは川野。リバースジャベリンダメージ重視ですね。倒しきりましたね。これで1-1です。平さんもそのワンチャンスをちゃんとものにしてきますね。さっきのところでね。剣もねキャラクター的にもやはり顔面足の攻撃力が非常に高いキャラですから、そこをうまく生かすことができた。うまいぞ。しゃがみ中キックからヒット確認をする。そんな芸能人は多分この人しかいないでしょう。フルタイク。そして画面足川野のスタンゲージが溜まっているぞ。いや割り込んでいる。ゲージがあるぞ。このノーゲージで左下がってここやった7位だー。7位ってこれ7位に輝きました。これ8位降格。歌広さんこれ毎晩 LINE 来ますよ。対戦しましょうって。いやでもやっぱ暴れが本当に暴れどころがうまくってやられました。乾杯です。はい、ありがとうございま続いて歌広場 VS ガチくん選手。勢いに乗る歌広場。奇跡の2連勝はあるのか。ここで勝てば CPT 本戦に出れるということで頑張りたいと思います。ゴールデンボンバーの歌広場潤がカプコンカップに出るっていうのはかなりすごいことなんですけど、そんなことはないと思います。頑張って倒したいと思います。す。それでは準備をして始めてください。今日秘策ありです。ちなみに歌広場対策をいやもうしてきました。覇者が歌広場対策をそれでは始めていきましょう。第2試合歌広場潤対ガチくんなんですけども、こちらもやはり V スキルに注目ですね。ガチくんが選んだのは V スキル2。最近なんか練習してますよね。あらうまっ。空中からこう軌道変化させて攻め込んでいけたり、コンボがかなり変わってくる技ではあるんですけれども、これですね。玉抜けに使っていく。上から相打ち垂直ジャンプ。攻めるのはガチくんです。止めている。間違え主にはなっていないが、間違えたって言った今やっぱり基本的にはねこうらしいの V スキル1が強力だと思うんですが、今回は2にしています。そうなるとコンボも結構勝つ。表からこれ勝ちたい時のガチ君ですね。勝ちたいガチくん出ているか。
勝ちたさすごいぞこいつおい覇者出たいんじゃ今年も出してくれカプコンカップ。出たいんじゃ覇者1ラウンド目はガチ君が圧勝しました。確認しているか。攻める歌広場。ガチ君は一旦距離を取る。空中ヒット、空中から大きなダメージ。一気に歌広場がチャンスを作っていきます。画面足しかしガミゾーパンチから発動して足は位置を入れ替えていくのはガチ君。つなぎを触ったゲージを使う。お攻めをこう継続するという、今のも完全に勝ちたい動きでしたね。通ったら終わっていた。当たっている。表ナイスガード。差し返し。ただしかしこれは分かりませんよ。残っています。歌広場は割り込もうとした。ウイトリがうまく使えば逆転はあるか。この状況ケイン有利かもしれないですね。ワンチャン当てられるかどうかですね。ガチ君も当然警戒はしています。波動から波動発動。プレッシャーをかける。ガチ君は硬い。ガードを固めた。上から空中にダウン2パンチ。2ラウンド連続今年も出れる。ガチ君今年もカプコンカップ進出です。出れるぞーメコさんもそんな淡々ということないですカプコンカップ出場をかけたこの試合、手に汗握りましたね。よかったです。ありがとうございますこの舞台でいきなり今までとガラッと変えて初心者勝ってくる。いやでもこれカプコンカップへの秘策かもしれないじゃないですか。それを出してくれたという点では。じゃあこれで本戦でガチ君さんがやったらその陰には俺がいたってことにしましょう。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は鴨野選手とガチ君選手の対戦。鴨野選手の番組初勝利なるか。実は僕まだハメ順1回も勝ったことがないので、若手が集まった時のね、勝利1勝目をここでもぎ取りたいと思います。まあカーノで今勝ったことないって言ったんですけど、ここも僕勝って次回ちゃんとまたカーノが呼んでくれるようにここで僕が勝ちたいと思います。いや兄じゃ兄じゃそれでは準備をして始めてください。ということで試合が始まります。決定戦、どちらが勝つのか。川野対ガチ君。結構その後輪のその立ち回りですよね。中距離戦の技が強力なことで、ラシードも結構技を出しづらい組み合わせになっているんで、おっとこう V スキルやはり2を選んでましたね。ですね。一人だけ他のゲームの人になっちゃうっていう。そうですね、ストリートファイターっぽくない動きができるんですが、結構それを使って動きの幅も変わるので、確かに秘策というか、ありなのかもしれない。ここはじっくりとした駆け引きが行われています。中足から V トリが発動するのは川野ですが、しっかり投げ抜けを回避して反撃を決めるのはガチ君。これ被弾の仕方次第では2回発動もあるような体力で、ガチ君がもう V トリが溜まっていますが、どう発動していくか。やっぱ普段からやってる2人っていう感じなんでしょうね。かなりじっくりとした戦いが展開されております。ここでチャンスを作ったのは川野です。ガチ君の体力は減ってきました。 V トリガーがありますとどう使うか。うまい中パンチ差し返し、ゲージは2本使って倒しきる。見事。ガチ君がですね V トリガーを発動しつつダメージに変えたいというタッチシューキックからの発動、これを回避していわゆる差し返しですよね。中パンチをその隙に当てていくという川野の非常にいいプレーが出た。川野がラウンドを先行。ガチ君には2ゲージ。うまい。こちらもタッシューキックの隙を捉える見事な差し返し。この辺りにやはり対応力、川野の持ち味が発揮されております。ガチ君はWiiスキルで画面端から脱出。対空技を出さないっていう駆け引きになってましたよね。ただここまではやはり川野がペースを握っているか。中パンチ、その外からガチ君押し込んでいくか。玉抜け EX バニティステップ。ガチ君の起き上がりはしっかりと暴れて画面足に持ち込むところ、暴れ返すのは川野。さらに攻め込んでいきます。立ち攻撃発動。どこまでいく。画面足です。置き攻め一気にガチ君のチャンス。上リバーサルで逃げる画面足、見事です。さあこれは川野のチャンスか。どれぐらいいく。パラベラムから丸いぞ。よかった。勝者川野おめでとう。初勝利おめでとうございます。おめでとうございます。歌広さんの方がなんかやっぱちょっと強かったな
そんなことはない。ヒロさんの方が強かったな。でも勝ったやつがそれができるのが格闘ゲーム。でも俺カプコンカップ出れるもん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございま初級者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。はい、ということでここからは今週の格ゲーレッスンのコーナーです。はい。今週の格ゲーレッスンは川野先生に教えていただきます。よろしくお願いします。お願いしお願まいします。ちょっと私最近悩んでることがあって、はいザンゲーフの V スキルなんですけど、はいその波動拳を止めるものでしか使えてなくって。止めるためにアーマーで。そうですそうですはい、 V スキルの使いどころがいまいちわからないといういつか。V スキルのより実践的な使い方を聞いていきます。多分今スキルを見てから使ってることが多いと思うんです。波動拳を見てから使うみたいな感じ。あ、そうですそうですそうです。ただスキルって実は置くのが強くって、置く。特にベガとかって大きい攻撃が多いんですよ。大きい。こういうあこういうのと置いた V スキルが噛み合った時、あ。はい。スクリューで吸い込めるんですよね。やってみよう一回。じゃ弱ですか。もう今日で入る。嘘。本当に。今日で入ることを喜ぶ。これテロップ入れてほしい。面白いこと言ってる時は。今日で入るんですか。受け止めたら離して、でそこから1回転。お、ほらいいよ。楽しい。これ次いけるんちゃいます？いきます。完璧のタイミング。いい。そうなんですよ。なかなか分かってきました。普通のこういう試合とかで置くタイミングってどこで？本当に結構感覚でいいんですけど、ちょっと大パン振りたいなって時に V スキルにしてくれれば多分いい感じになってくれて、はい。リカちゃんちょっと欲張ってみよう。2回転いっちゃおう。できるか？頑張ります。これできたらすごいな。優勝です。いきます。はい、大丈夫です。惜しいその操作わかりました。そうなんですよ。なるほどなるほど。これできれば最強ですね。こんな感じで置いて、なんかガードしたなって時に離してスクリューっていうのを覚えれば、はいベガがただ強い技を押し取っただけのとこにリスクを負わせることがスキルによってできるんですよ。なおかつ CA までできればはい。もう最強です。最強ですね本当に。ありがとうございます。ちょっとこれタイミング家で頑張って練習します。はい、頑張ってください。ありがとうございます。相手の飛び道具を受け止めるためだけではなく V スキルを置くことを意識してみよう。頑張れ1セット。本日も閉店のお時間となりました。三つどもえ戦が私一番すごいわーって楽しく見させていただいたんで、まだまだちょっと見ていたいなっていう気持ちになりました。一応この3人のパワーバランスは誰が勝ったとかないからね。必ず決着をつけにまた来てください。楽しく今回もトークできて、で川野とこういうねやるってこともなかなかないんで、すごいいい機会で、個人的にはすごい楽しめました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。来週はボンちゃん先生の格ゲーレッスン特別編。今回も濃い内容でお届けします。お楽しみに。